タコ足を作る。バーニア作りすぎだろ。デカールが届かない。終わりが見えない。ルーのプラモトリセツ。こんにちは、ルーです。今日は RG のズゴックを作ります。完成。水陸両用の万能モビルスーツ。さらに宇宙で活躍したらかっこいいと思いませんか？これみたいに足にバーニアをいっぱいつけて高速機動型ズゴックを作っていきます。まずは設計図から書きます。小学校の図工の時間を思い出す工作用紙。プラ板を決めたサイズに切っていきます。カッターで1回だけ筋を入れて山折りにパキッと。これが一番カット部分が綺麗。さらにこのウェーブのユニバーサルカッターがすごい。テコの原理でバキバキ切れる。しかも角度を変える機能まである。設定した角度で切れちゃいます。箱組みで足を作っていきます。垂直を出すため金属の当て板を使う。タミヤ流し込み接着剤の速乾で接着。当て板は金属のため接着剤がついてもさっと拭けます。また大きな T 定規としても使えて便利。それにしても白いプラ板しか映っていないから映像がめちゃくちゃ面白くない。一気にコマ送りしちゃいます。よーし、できたぞ。まだこんなにあんのかよ。最近のガンプラは接着剤がいりませんが、フルスクラッチは接着だらけ。でもプラを溶かして接着する溶剤系とこちら瞬間接着剤ではどちらが接着力があるんですかね。実験してみます。左側はタミヤの流し込み接着剤。プラ板とプラ板の間に塗って接着してみます。右側はタミヤの瞬間接着剤。こちらも接着。クリップで留めて3日間乾燥させます。それではどちらが強力か剥がしてみましょう。まずは瞬間接着剤から。うわ、剥がれない。プラスチックがえぐれています。強力です。次は溶剤系。あれ、結構簡単に剥がれました。瞬間接着剤の方が全然強いですね。それでは瞬着で組み立てていきます。次は足のロケット先端についているトゲトゲを作ります。こちらは鉛筆がすごく鋭く削れるデッサン用の鉛筆削り。プラ棒でも削れます。おお、大丈夫か。できました。長さを調整してからつけるとこんな感じ。いや、どう見ても鋭すぎるだろう。ちょっとやめようかな。市販で売っているトゲトゲパーツに変えます。それにしてもこのパーツシリーズ以前は200円でしたが今は倍の400円。物価上昇の影響はガンプラにも来ている。筋彫りも入れてパイプみたいなやつを作りました。次は太ももから伸びている謎のスピーカーを作ります。超音波でも発生するんでしょうか。メモリ付きのプラ板とスピンモールドで二重に穴を開けてみます。1回目は大きい穴を開けます。中心に穴が開いてますので大きさを変えて小さい穴を開ける。これで簡単にスピーカーみたいなモールドが掘れる。でも関節と干渉しないように作ったらペラペラスピーカーになりました。マジで何の装置。箱組み感がすごいので角を削り C 面を作ります。ガイドテープを左右に貼りガリガリ削っていきます。テープを剥がすと綺麗に C 面が仕上がってます。特徴的な幾何学模様を彫っていきます。左右違う模様なんですね。 BMC タガネをよく使う。大川原市のデザインを彫るなんてすごく楽しい。彫るだけではなくプラ板をつけて突起部分も作りメリハリをつけていきましょう。実験結果の通り
瞬着の点付けで組み立てていく。でも点付けってすごい不安になりますね。バックパックは30ミニッシュミッションズから流用。ちょい足しにすごく便利ですが、3ミリ穴があちこちに開いてて気になる。それでは塗装の準備として塗装ベースを用意。でも今回はパーツの多い RG。これだけじゃ足りない。そこで100均グッズダイソーさんの猫の爪研ぎで代用品を作りましょう。早速開けてみます。なんだこれ。また旅？いらない。そこが筒抜けなのでガムテープで塞ぎます。左右もちょっと補強します。よーし、完成。100円でちゃんとしたものが作れました。最初はサーフェーサーを塗装します。いつも使っているのはミスターフィニッシングサーフェーサー1500です。まずはカラビンを使い、薄め液と1対1で試着して黒、同じく白を作ります。さらにこの2色を調色して非常に明るいライトグレーを作る。白に本当に少しだけ黒を混ぜ、関節部分用のカラーです。3色ともすごくかっこいい色なので気に入ってます。塗ってみましょう。まずは黒。高級感があるマットな感じ。グレーはディティールが浮き上がるように暗くしていません。白は表面がスベスベに整った感じ。画面で伝わると嬉しい。色をそのまま使えるというコンセプトはガイアノッツさんから出ているメカサフと一緒かな。自分はメカサフを使ったことがないので今度比較レビューをします。白は一色だと味気がないので少し黄色を混ぜたアイボリーをポイントで使ってみました。2色を組み合わせてみます。どうでしょう。デカールを貼っていきます。 MSV 風に仕上げたいため赤のラインを使います。水につけすぎると海苔が流れて出てしまうためすぐ出します。博多ラーメンでいう割り方でしょうか。3分ほど放置すると台紙から剥がれますので慎重に貼っていく。腕に一周巻きたいのですがだいたいゴールが合わない。そしてグリグリとやっているとだいたい綺麗。高速起動型ザクが形式番号01のためさらに試験型ということで00を貼る。自分の中で妄想するのが楽しい。墨入れをしていきます。白いズゴックに黒い墨入れをするとおもちゃっぽくなるのでダークグレーを作ります。市販のグレーに少しだけ黒を混ぜて調色します。瓶ごと傾けて結構適当に入れる。このぐらいグレーにした方がリアルさが増す。エナメル溶剤でははみ出たところを拭き取りますが、1500サーフェーサーだと表面がスベスベなので綺麗に拭き取れすごく楽。目の粗いサーフェーサーだと白は綺麗に拭き取れず汚れちゃうんですよね。仕上げに艶消しスーパースムースクリアを置きます。これで塗装が守られ安心。胸にジオンマーク、プロペラタンクを装備しました。あれ、墨入れの拭き取り忘れを発見。トップコート拭いたからどんなに擦っても落ちない。実はタコ足と呼ばれているだけあってバーニアを8個も作らないといけない。やりたくないから後回しにしていたら本当に最後の最後まで残った。これでは人間ダメになると思い気合を入れ直し、一生分使うバーニアを一度に作ることにしました。まずはヨドバシカメラで売っていた全てのバーニアを買い占め、スピンモールドを使い中心に穴を開ける。最後に電子ピンをつける予定。ここからは苦境。ひたすらランナー処理。いやー、円は難しいですね。でも一生分だからな、まだ足んないね。違うメーカーをさらに追加マシマシしていく。両面テープで持ち手に綺麗に貼り付ける。なんか田植えみたいで面白い。綺麗に並べたら達成感が半端ない。塗装していきます。
今回は人生最後のバーニア作りになるため、5層に塗り分けていく。最初はミスターフィニッシングサーフェイサー1500ブラック。次にアクリジョンのシルバー。希釈はすごく簡単。注射器で薄め液を 3ml 測って、そのまま瓶に入れるだけ。塗装したらこんな感じに仕上がりました。ここからはエナメル塗料に変えます。タミヤクリアレッドでバーニアの中をキャンディー塗装する。外にはみ出しても気にしません。青のパターンも作っときましょうか。何使うかわかんないですからね。そしてエナメル塗料ガイアノーツの蛍光レッド。タミヤさんからはエナメルの蛍光を発売していないんですね。ブラックライトで光る。青バージョンも作っときます。ここからが面白いところ。エナメル溶剤ではみ出た縁を拭き取ると、なんと綺麗に中だけ赤と蛍光色が残ります。シルバーで使ったアクリジョンは水性だけど、乾くと上にラッカーもエナメルも塗ることができて便利。それにしても拭き取り気持ちいい。最後にバイクのマフラーが焼けているような表現を入れます。外側にクリアブリューを吹き付けると出来上がる。こちらはクリアオレンジで鉄焼きを表現する。それではブラックライトを照らしてみましょう。一生バーニアです。どうぞ。いやー、キモ。とんでもない遠回りをしたバーニアをつけてみます。普通。それでは全パーツが揃ったので組み立てます。真ん中の足は取り外しが可能で、両足としてコーディングができます。タコ足はプラバンのフルスクラッチです。ダボを作り、強度を増してください。内部メカはグレー。全体の白はサーフェイサーを塗装したままです。デカールで試験型ザクっぽく赤ラインを入れ仕上げました。バックパックはプロペラタンクをつけ長距離運用を可能にしています。最後に頭をはめ込んで完成です。それではどうぞ。ご視聴いただき本当にありがとうございました。もし動画がお役に立ちましたら、グッドボタンをクリックして応援していただけると嬉しいです。次回のスタイリッシュゴックでは、さらに制作に気合を入れお届けいたします。それではまた次回お会いしましょう。おしまい。